皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は急遽1月1日に発生した能登半島地震の報道を受け動画を作成しています。まずは今回の地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、そのご家族や被災された方々に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。そして一日も早い復興をお祈り申し上げます。今回の地震についての情報は災害情報をリアルタイムで確認する方が正確ですから、そちらをお勧めするとして、現地から送られてくる情報から災害時にはどんなことが起きるかについて今一度災害対策を考える上で参考になると思います。突然見舞われる災害発生時において被災者が困っていることとは何なのか、日本全国でいつ起きてもおかしくない災害について改めて考えてみたいと思います。我が家の取り組みも紹介しますので、ご自身や家族の身を守るためにも参考にしていただけたらと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、この動画作成時においては能登半島地震の被害状況の全貌はまだまだ不明なのですが、あれだけ広範囲に及ぶ被害状況を見るとかなり深刻な状況であることは間違いなさそうです。私は地震情報について世界中で起きていることを確認していますが、2023年はマグニチュード7以上の地震が例年になく頻発していたので心配はしておりました。特にフィリピン付近を震源とする地震には注意が必要だと思っています。地震に関してはバヌアツの法則と言われている理論があり、この地域と日本の地震には関係があると言われてきました。もちろんこの理論には賛否両論あるわけですが、私にはそんなことはどうでもよくて、地球という一つの生命体がうごめいており、その一部の地殻が今回の地震でストレスを解放したことで必ず他にもその影響は出てくると思っています。それはいつ起きるか分かりませんが、今回の能登半島地震で起きている被災者の困難な状況を知って防災対策に力を入れていくしかないと思います。今回の震災は夕方16時頃に起きており、そろそろお腹が空いて晩ご飯のことを考えていたようなタイミングでのことだけに、避難している方は寒さと空腹に襲われていることでしょう。皆さんもすでにご覧になったと思いますが、歴史的な古い町並みが家屋の倒壊と火災に見舞われており壊滅状態になってしまいました。ところが比較的新しいと思われる建物には見た目には被害がないようにも見受けられますが、取材に応じていた被災者たちは口々に物資が足りないと言っていました。特に水の確保が難しいことになっているようです。停電が起きているのは当然のことですので、電気で動くものは全てアウトですし、避難所での生活はプライバシー保護が難しいのと、床の冷えがもろに体を冷やすので段ボールが欲しいと言っていました。道路も寸断されている様子も報道では確認することができます。おそらく陸の孤島という状況になっている世帯もあるのではないでしょうか。印象的だったのは飲料水の補給車に集まってきている被災者たちの様子でした。高い確率でいわゆるポリタンクが準備されていない状態だったのです。それは木の幹のままで避難したので仕方ないのかもしれませんが、それにしても明らかに水の補給を受けることができる状況ではない人もいました。こうして被災地の情報をほぼタイムラグなく映像で確認できるというのは本当にすごいことだと思いますし、私たちも非常時に対して準備しておかなければならないことを再確認できますよね。そこでどんな災害においても共通して困ることを挙げておくと、1、飲料水・生活用水の不足、2、食料不足、3、トイレ、4、停電による通信機器の充電、5、プライバシーがなくなる、6、安眠できない、寒いということになると思います。普通の生活ができなくなるわけですから、これらのリストはほんの一部に過ぎないのでしょうが、あらかじめ危険予知をして対策することでかなり解決できるということも事実です。ただ自宅が損壊して避難所に行くことになった場合は、いつ終わるかわからない避難所生活は非常に過酷であり、精神的にも肉体的にもきついことになると思います。避難所生活での心身に与える影響は大きく、毎回避難所で命を落としている方も出ています。避難所生活というのは、仮に自分がどんなに食料備蓄していても周りは空腹でいるわけですから、頻繁に何か食べていることを周囲に気づかれたりすると、なかなか厄介なことになりそうです。ですから自宅での避難生活ができることが一番ですよね。そこは運に任せることにして、我が家の取り組みについて情報をシェアしていこうと思います。参考になるところがあれば取り入れてみてください。
我が家で使用する製品情報は概要欄に詳細リンクを貼っておくので、後ほど確認してみてください。まず1の水についてですが、単純に水のペットボトルを購入しています。量は我が家は大人3人暮らしなので、1人1日3リットル必要と設定して3週間分、本数にして96本、約200リットルを備蓄しています。イメージしやすくドラム缶にするとちょうど1本分という感じです。その水ですが、特に長期保存用のものを用意しているわけではありません。ペットボトルの水というのは通常で2年間の賞味期限が示されていますが、空気に触れなければ5年も大丈夫だそうです。長期保存用とは何が違うかというと、容器に差があるようで、通常のペットボトルは若干の水の蒸発は避けられず、規定量2リットルを保持できるのが2年間ということになっているだけですから、防災用の高いものを買う必要はないと思います。そして水は命を保つためには絶対欠かせないもので、仮に1週間食事を取れなかったとしてもなんとか生き延びることはできますが、水を3日間飲むことができない場合は高い確率で命を落とすことになります。ですから水に関しては特にお金を使った方がいいと思います。そしてもしかすると外出先で被災する場合とか、家を放棄して避難を余儀なくされることもあると思います。その際に大量のペットボトルを持って避難できるわけではありませんので、携帯浄水器というものを家族分購入し、避難用リュックに入れてあります。特に問題なのは、ちょうど自宅にいる時に被災するなら備蓄も役に立ちますが、出先で被災する場合です。そこで我が家では車の移動が多いため、車に避難リュックを載せています。それだけではなくて、折りたたみ式のポリ缶や本格的な浄水器も載せてあります。携帯用浄水器は長年の歴史もあり、その品質は軍隊でも使用されているという信頼のカタダインのものを購入しています。携帯用のものは仮に川の水などを汲んでもフィルターによって飲料水になるという優れものなのですが、都会に流れる洗剤などの化学物質を含んだ水を浄水できるかというと、それは難しいと思います。しかし水に存在する 99.9% の微生物、バクテリアはこれで除去できるので安心だと思います。浄水能力は1000リットルですから、ドラム缶5本分ということで、緊急時には心強い製品だと思います。仮に1000リットルとペットボトルで準備したら4万円になりますから、コスパも抜群です。そして合わせて車に載せているのは同じくカタダインのコンビという製品で、本格的な浄水能力を発揮します。これは軍隊でも使用している超優れもので、5万リットルの浄水機能を持ち、戦場でも使われているということで、泥水やたまり水も飲料水に変えられます。なので自宅で雨水を溜めておき、この浄水器によって飲料水に変えられますので心強いと思っています。コスパは5万リットルもの浄水を可能とするので、ペットボトル換算で200万円分以上の水を作り出すことができますから優れていますし、何より安心です。そして生活水の確保については、水中ポンプも購入しています。我が家の生活圏では、川のところにまで降りることができないように柵が設けられておりますから、8.5 メートルの高さまで吸い上げることができるポンプを購入してあります。橋の上からつないだロープで下ろして吸い上げるというわけです。まだ試していませんが、水中に含まれる混入物を沈殿させて飲料水に変えることができるパウダーも購入しており、なんと5000リットル分が数千円で購入できます。これは大阪の会社が発売しておりまして、アフリカの水事情を良くするために貢献しており、日本国内よりも海外からの需要の方があると言われているものです。このパウダーによって分離された浄水を浄水器にかければ飲用にできるようになるというわけです。水に関してはかなり力を入れています。そして2の食料備蓄ですが、水と同じで不足すると命の危機に遭遇します。食料備蓄というのは、地震などの自然災害に対してだけでなく、輸入大国日本は世界で戦争が起きたりした時にも致命的な影響を受けます。今過熱する中東情勢は、石油や天然ガスなどの輸入が途絶える危機に面しており、もしそんなことになったら文字通り生きるか死ぬかの状況になります。にもかかわらず食料備蓄をしないことを決断している人の感覚は分かりませんが、起きるときは起きます。私はご覧のようなリストを Excel を使って管理しています。1日に必要な米の量やおかずの量、1週間のメニューを考えて、どれだけの期間用意をするかということを分かりやすく管理しています。備蓄というのは経済的な都合もありますので、毎月計画的に購入しているのですが、今現在は1年半くらい家族3人が食べることができるようにしています。米は玄米、白米、
無洗米を織り交ぜながら約300キロ備蓄しているのですが、長期保存ができるように真空パック機を使って約 1.5 キロずつ分けて保存しています。状況によっては水の入手が困難になる可能性もあるでしょうから、炊き込みご飯や赤飯、牛丼などの缶詰も用意しており、これらは車にも1週間分常に乗せてあるという感じです。酸に関してもかなり重要なことで、下水に流せないことも考えて糞尿を固める製品を用意しています。それとともに簡易便座と1人用のワンタッチ組み立てテントもあります。これも車に乗せてありますので結構な物量になりますが、何か起きた時に慌てたくはありませんから仕方のないことです。4の停電対策についてはかなり困ることになりますから、しっかり準備しなくてはいけません。停電対策として考えるときにどのような状況で使用するかはそれぞれ違います。例えば医療機器を使用しなければならない家族がいる場合などはその典型で、その電気機器の使用電力量を把握した上で準備が必要です。というのは、ポータブル電源にも使用できるワット数に応じて種類があるからです。私は700ワットのものを2台用意しています。発電するには太陽光を利用して発電するソーラーパネルというものがありますが、私は100ワットのものを2枚持っています。ただし曇りの日などではほぼ発電はできないということと、100ワットのソーラーパネルといっても100ワット発電してくれるわけではありません。経験上50から60ワットくらい発電してくれればいいところだと思います。そうなると700ワットのポータブル電源を満充電するのに必要な時間は10時間ちょっとかかります。ということは実質的な日照時間を考えると3日ほどかかることになります。なので私は発電機も準備しています。燃料となるガソリンや軽油は保管に危険が伴うし、保存可能期間も短いので、カセットガスボンベを燃料とするタイプを準備しています。ついでに言うと、暖房器具としてのストーブもカセットガスボンベを使うタイプのものにしていますので、その備蓄量は150缶ほど持っています。最後に5と6については、避難所での生活をしなければならないことを想定して、大人3人が横になれるワンタッチ組み立て可能なテントも用意しています。当然寝袋もありますし、電気毛布もあります。寒さと飢えというのは、精神的なダメージが計り知れないと思いますので、困らないように日頃から想像力をフル稼働させて考えて準備しています。ぜひ参考にしてください。あと最後に被災地で致命的な怪我の一つに足の怪我があります。これは金属片やガラスなどで靴底を突き破り怪我をするというものです。靴底などは釘など尖ったものによってあっという間に突き抜けてしまいます。仮に足を怪我したら避難をするためには致命的です。そこで我が家では踏み抜き防止ソールを普段履いている靴に入れています。金属板が入ったものは重くて硬いので、特殊繊維で作られたものが実用的だと思います。予備も含めて購入検討アイテムに入れると良いのではないでしょうか。我が家の使用アイテムは概要欄に製品リンクがありますので、詳細を確認するのにお役立てください。ブログにも一部の製品について詳細説明を加えたものを掲載していますので、そちらもご利用いただけたらと思います。いかがだったでしょうか。まだまだご紹介したいことは山ほどありますが、また別の機会に譲るとして、しっかりと理解しなければならないことは、平穏な日々というのはある時一瞬で失われてしまうということです。今回の能登半島地震の報道を見ていてもそれは伺い知ることができます。ついさっきまで居間でこたつに入ってテレビを見ていたのに、一瞬で帰らぬ人となってしまうわけです。どんなに準備をしていてもダメな時はダメなのですが、やらなかった後悔ほど辛いものはないと思います。世界情勢は今後ますます混沌としていきますので、起きることは物価高です。値上がりするということは経済的負担も大きくなるわけで、必要なことにお金を使うことを迷っている場合ではないと思います。値段が高くなるのもきついですが、物があるだけまだマシで、その後すぐに起こってくるのは品不足ですし、品切れです。そうなった時はどんなにお金を積もうともないものはないのです。究極の状況では、お金がどれだけあっても上で苦しんだ挙句、命を落とすことになります。万が一の時には政府の備蓄米や自治体の非常用食料の支給を当てにすることはできませんし、自分や家族の命を他人任せにすることはナンセンスです。特に政府の備蓄米をどのように国民に支給するかの方法が明確になっていないと思います。戦後の時の配給通帳のようなものを配ることもしていませんし、国民全員に行き渡る量はないと理解しておいた方が現実的だと思います。多くの人が少なくとも自分や家族の食料と水の備蓄をしていれば、奪い合いなどのカオス状態になることはないと思います。
毎月無駄なお金の出費を抑えて買い足していくことが重要です。ぜひ大難を小難に変えて生き延びていきましょう。この動画が今一度備蓄の見直しをすることにお役立ていただけたらと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。